お腹が外の気温は1度、寒い。おはようございます。 SBFJ 利根川です。今日釣りをするのは茨城県の取手市、関東三大関の一つ岡関です。ちゃんと荷造りをして竿を出す場所へ、朝焼けを眺めながら釣り台を準備していきましょう。また録画止まってるのでスマホで撮っていきますが、釣り台の設置が完了しました。ここのラインを狙っていきます。残りの準備をしていきましょう。今日の竿は初投入の恋竿、昇龍、ポイ、日清。上がなぁ、怖いなぁ。とりあえずやってみます。小海川岡関の美味しい水は水汲みバケツで確保しました。先にコンパクトタオルを吸水。うっと、ゴミは必ず持ち帰りましょう。よいしょ。ぐる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 てんぐるぐる給水。じゃあ1投目いきます。よろしくお願いします。今日もミッチーと 2.5 号を使っているので、最初のうちはだいぶ癖がついていてお恥ずかしい。今年の岡関、ほとんどゴミが浮いていません。そして魚っ気も見事にありません。今日は昼前から雨の予報なので、暖かくなる見込みもそれほどなし。この映像の中に鳥が映っていますが、皆さんお分かりになりますでしょうか。利根川、初めて自分の目でキツツキを見ました。今日一緒にやってる平井さん、早々に釣ったようです。形はいいヘラ。形いいですね。これで40ちょいぐらいだと思う。ありがとうございます。1時間で寒さの限界。車に戻って暖を取りつつ、持って行き忘れたいつもの納豆巻きと、食べにくいので敬遠しているタイプのシュークリームを胃袋に放り込みます。見えますか、今アイダマンが釣れました。私はというと、これから雨が降るのでパラソルホルダーとこのパラソルの棒と膝掛けを取ってました。あと飯食ってました。おお、釣れた。ゼロ。釣り座に戻ってやる気だけが空回りして、浮きに触りすら出ないまま8時53分、天気予報が的中して雨がパラパラと降ってきてしまいました。雨の日に使っているでっかいパラソルを指しますが、どうやら様子がおかしい。これなんか氷かなんかですよね。うひょ。こう見るとすげえわかりやすい。氷の粒ですね。氷ですね。少し経つとあられは雨に変わりましたが、そこそこ土砂降りになってしまいました。しかも冷たい雨なので、なんとも希望は薄い。もう少し水深のある相田さんのあたりは釣れているので、利根川移動を決意。本当は雨の中や晴れだったとしても移動なんてしたくないですけど、野釣りで場所は大事ですからね。今日は場所移動後の一本よろしくお願いします。カメラのマイクが雨でおかしくなっちゃいました。竿は同じ10尺ですが水深は2倍、
いや、3倍です。ハリスの長さもいつも通りのセッティング。上30センチ、下39センチにできました。そこからですね、1時間ほど何もなかったんですが、今日の初当たり、やっと見れます。いた。魚だ。魚だ。船ですね。まあ、マブナは任せてくださいよ。マブナですね。まずはでも今日初めて見た当たりですからね。スポッと入って、よいしょ。やった船だ。よし、30ちょいですが、初当たり、初ヒット、マウラさん。よしよし、ヘラブナさんを呼んできてください。ありがとこの場所、そこの状況がさほど良くないので、ずるっと浮きが動くアッパーが2回ほどありました。もうずっと激渋だったので、ちょびっとだけ時を飛ばしましょう。ちなみにこれが食っていなかったマブナです。よろしくお願いします。17時間後といっても一旦帰りました。昨日は全身がガチガチに固まってしまうくらい寒かったので、13時半を回った頃に撤収して、今日も朝焼けを眺めながら準備しました。ポイントは昨日と全く同じですが、ここはどうやら餌を投入する場所が左右にずれた時、水中にあるオナモミに引っかかってしまうみたいです。この一投も開始から40分くらいやっていましたが、随分浮きが変な動きで、合わせたらというよりも、なんだこれはと思って餌を回収しようと思い竿を上げたら、お魚さんがくっついていました。うわあ、当たりすげえ合わせ遅れた。怖っ。すんごい合わせ遅れましたが、食ってた。見えるかな。食ってた。全体の雰囲気、鱗、目、口、一応ヘラブナ寄りの特徴ではありますが、見た目は正直かっこよくない。当たりも取ってないので釣った気も全くしません。でもありがとう。翌日ここに来た時はそれほど水深が上がったイメージはありませんでしたが、実際に竿を上に上げてみたらめちゃくちゃ引っかかりやすくなっていました。多分ですけど、午後から夜を経て朝にかけてで30センチくらい上がったんじゃないでしょうかね。また食い上げてた。なんか食い上げるような場所なのかな。あ、まあこれマブナさんですけど、マブナさん。よいしょ。マブナさんよ、ありがとう。方向はそっちではない。そんなに
身をよじらなくてもいい場所だよ、ここは。ここだよ。こりゃ大丈夫だよね。ほら、上持ってく？上持ってってサイズも測りましょうよ。せっかくですから。やったー。うわ、いいヘラ。すげえ。いい風呂。すごい、こういうことだね。これが一番綺麗だな。天然物っすね。口ちっちゃいし。やっぱりな。すげえ。上げたやつは違うぜ。40ある？40ギリ？いや、ないっす。ギリあるかもしれない。いや、これ曲がってんな。一番中に見ちゃいましたよ。見たの？見た。昨日は3人、今日は2人合流して5人でやっていますが、今のところ40センチを超えるのはあまり出ていません。いや去年ここめちゃくちゃ魚だらけだったのに、水的には同じなんですよ。魚だらけというかはたいてたのに、今日というか今年はシーンとしてます。でも魚が入ってないわけではなさそうなので、希望を持って頑張ります。ちなみにあれが岡関です。豊田関の時は関に近い場所で竿を出しましたが、今日はちょっと離れたこのワンドの方の突端で出します。頑張ります。今ご覧いただいた映像は早朝でしたが、現在の時刻はまだ9時前くらいなのでギリギリ朝かな。午後は暖かくなる予報なので、まだまだ焦る時間ではないと思いますが、次こそは当たりを合わせて釣りたい。左で竿を出している平井さんは床休めが効くようで、休めて釣って休めて釣って、そんな釣り方をしていました。私もこの一投は床休めをした後なのでどうだろう。ちょっと集中してます。そうですね。まあちょっとサイズマシなんじゃないかな。そんなことないかな。あー気が怖い。気が怖い。いった。サイズいいな。サイズマシだ。これもそんなに綺麗じゃないけど37センチありました。ここで動画を閉じた人は人生損してますよ。最後まで見ましょうよ。よいしょ。ごめんね、ありがとう。大丈夫かな。降りてった。今日は竿から見て、このラインじゃないとなじまない。ここのラインまで行くと引っかかってしまう。ここのラインでも引っかかってしまう。すごい、そんなシビアでもないんですけどね、沖であれなので。しばらく続けていましたが、マブナが一つ釣れたっきりで風向きが変わり、ゴミが流れてきたり、1時間ほど昼寝をしたり、いろいろあって時刻は15時。場所を移動しました。昨日浮きがピクリともせず魚っ気のなかった因縁の場所です。こっちで軽くはたいていたらしいので、正直めんどくさかったんですが、移動を決意しました。ここも上には木の枝がありますが、さっきの場所ほどではないのでよかった。昨日竿を出していた場所よりもさらに湾渡側、奥側です。全く反応のなかった場所ですが、今日はどうでしょうか。間違ってなかった。残念ながら空振りでしたが動いた。今回10尺の恋竿を初めて使ってみましたが、強そうで気に入りました。なんで強そうっていう表現かというと、まだでっかい魚かけてないんですもん。鯉とかをかけて実力を確認したいところ。見た目的にはそれほど求めていませんが、3箇所に塔が巻いてあるのは正直このクオリティで巻いてあるくらいなら全部糸巻きが良かったです。
でも値段は文句のつけようがないくらい手頃ですし、売り出しだから抜かれる心配もない。結局でっかいのをかけてどうかですよね。俺ちょっとこれ違くない？業種が合わせ遅れた理由はカメラを確認してたら浮きが入ってた。俺ちょっとこれ違くない？業種がいや、ヘラですヘラです。あ、本当だ。ちっちゃくはないかなって。今日一かな。上顎にがっちりかかってる。かもしんないですね。40ある。ありますあります。40.5。ヘラブナさんの 40.5。ありがとう。もうちょっと白くて綺麗な子を釣りたいですが、とりあえず関東三大関の豊田関に次いで岡関でも40紙が釣れました。なんだか風が前から吹いていたのに今度は後ろから吹くようになってしまいました。これはまずい。なぜならばワンドに溜まったゴミが出てきてしまう。といってもそれに魚がついてくるはずなので悪いことばかりではありませんが、このままだと釣りができなくなってしまいます。平井さんってジョイントの棒とか持ってます？ジョイントというかペットボトルジョイント持ってます？持ってきてないですか？持ってきてないですか？マブダだ。ここに来てマブですね。おまぶなさん、おまぶなさん食ってましたよ。よいしょ、ありがとう。車にはもう全部積んでありますが、この場には5メートルの玉の絵しかありません。困った時の必需品、ビニールテープでペットボトルをぐるぐる巻きにしてなんとか固定しました。やっぱりロープで引っ張らないといまいち位置がビシッと決まりません。沖に何か固定できる木とか棒とかそういうのがあったらよかったんですが、結局ほとんど浮いてしまって効果がないどころかむしろ邪魔になっちゃってるくらいですが、ワンドにゴミがとどまっているので助かりました。車には9メートル、6メートルの玉の絵、ペットボトル用のジョイントが3つ、棒状の浮力体3本、スノーピークのソリッドステーク30センチが4本、メーカー不明のペグがいっぱい、テント用の長いパラコード。いざって時はがっちり組み上げますが、今回は横着してお許しください。改めて現在の時刻は16時34分。暗くなってきたらできないのでどうでしょうか。ここまでの釣果をまとめると、昨日ワンド側でやった時には当たりなし、岬の突端に移動してからマブナが1つ、今日岬の突端でヘラブナが2つ、マブナが2つ、ワンド側に移動してから開始早々 40.5 センチのヘラブナが釣れてマブナもゲット。理想を言えば綺麗なヘラブナを釣りたいなーなんて、いやちょっと人の良さそうなことを言いましたが、去年悔しい思いをしたワンド側で、昨日の朝入ったワンド側で誰よりも釣りたい、移動したんだからいっぱい釣りたい、そんなことを心の中で思っていた気がします。あぐらの組む向きが同じだと疲れてくるので、竿から手を離して足の上下を入れ替えていたら浮きが動きました。
目そらしたら入ってました。ちょうどあれですよね。355ですけど綺麗ですね。しっかり食ってたヘラブナさん 35.5。 よし。ありがとう。ちょっとお行儀悪かったですね。ごめんなさい。さっきのヘラブナを釣ってから約30分が経過してしまいました。17時を回る17時はダメだ、17時を回った頃です。すごいパラダイスにならないかなとあれこれ妄想していましたが残念。でも少し前まで17時は真っ暗と思っていましたが、最近はだいぶ日が伸びたおかげでまだ釣りができそうです。風が結構吹いてきたものの風向きは良好。ワンドに向かって吹いているのでゴミは出ていません。この一投は早送りしなくていいくらい早い当たりが出ました。お、よかったかこれ。ヘラブナだ。うん。なんでまたこいつそうですね。あります。口がでかいですね。カンパチ。おお、かっこいい。お腹が。38センチでございます。いやー、綺麗だな。いや、こう見ると結構腹がポテンしてて。いやー、38センチ。でも、かっこいい。ありがとう。よいしょ、泳げた。Thank you。さっきのヘラブナ上げた時は40センチあるかと思ったんですが、お腹がふっくらしていただけでそこまではありませんでした。でもとても綺麗だったので、そんな40センチが混ざったらいいなと思いながらの次の一投。道と沈めたつもりが沈みきっていません。ですが現地の利根川は気づいていませんでした。沈めないとどうなるか、早送りをするとよくわかりますが、風の影響を結構受けます。もちろん沈めていても流れが出ちゃうと流されますが、沈めていないとなおのことという感じです。そしてこれほんの少しふわーっと、もうふわーっとパイプトップのメモリを持ち上げました。今入りましたよね。でまた入りましたよね。コンパクトタオルを地面に落としてしまって、オナモミが50個くらいくっついて一つの塊に。それをちまちま外してました。映像で残しておけばよかったんですけど、ありません。で合わせます。あ、でもサイズはダウンしました。サイズダウンした。でも釣れてないよ。やっぱ夕方で来てますね。連チャンですね。あ、反対側のハリス引っ掛けちゃった。あ、走んないで走んないで。あ、入った。めちゃくちゃ可愛い子ですけども食ってました。よいしょ、よいしょ。ありがとう。コンパクトタオルを落としてしまったのも、懸垂台に魚を乗せる際に敷いていたから。それを片付けるときにポトリとしてしまいました。魚が釣れてサイズを測るとき、軽く濡らして魚体を保護する役割と、ビチビチして魚が縮むのを防ぐ役割があります。
1年前野尻湖で魚のサイズを測るとき、青いタオルを敷いて魚が暴れなかったのをふと思い出したのでやってみました。このくらいのサイズならあまり気にする必要はありませんが、魚がビチビチっとすると結構縮むので大事です。最初に乗せるときは恐る恐る魚のヌルヌルがコンパクトタオルに移らないか、吸ってしまうんじゃないかと心配だったんですが、水を吸わせて軽くキュッと絞るくらいにしておけば、タオル側にヌルヌルはほとんど移っていなかったので大丈夫そうです。もちろん乾いたタオルでやってしまうと魚のヌルヌルが取れてしまうのでご注意ください。きっとここまで見てくれているような人は、こういう話でも楽しんでくれる変人でしょう。本当にありがとうございます。ちなみにどっしり落ち着いていた浮きは一気に魚っ気が出てきて珍しい動きを。あげたあげたあげた。もう食ってたわな。レンちゃんサレンちゃん、レンちゃんでもないですけど。まあでも剛に竿を剛に変えたので、さっき月光強しに変えて1投目か2投目で切ったヘラブナスさん。これだって結構綺麗だな。強しでかけるとまた格別。ありがとう。めちゃくちゃいい感じに釣れていますが、この一投もなかなかすごいですよ。まあこんな状況になるんだとしたら、相当な数のヘラブナがこの場所にいるんでしょうね。レンちゃんでしたね。入れて間もない、もう落ち込みみたいな。レンチャンス。このピントが合わない。おお、剛に変えて39。最高あるな。やっぱかっこいい。これヘラです。ありがとう。サイズは伸びませんが、すんごい状態です。でもこの一投はさすがに続かず、突発的に突然浮きが入って弾むような動きだったので空振り。でもその次の一投では来ます。さっき竿を剛に変えた理由ですが、ずっと初おろしの恋竿を試したかったんですよ。10分とか。でももう竿は曲げられたので、剛でどんびり楽しんじゃおうと思って竿を変えました。ちなみにこの一投もすごい当たりが出るタイミングは早いです。ダッと入りました。ダッと。すごい。これがまさしくユーマ詰めだよ。ユーマ詰めですね。のっこみのユユーマ詰めですね。やっぱりギリギリ40ない。38点。よいしょ。38のヘラブナスさん、ありがとう。38.5 か。もう午後6時を目前にしてギリギリ見えるくらいの雰囲気です。正直5時40分くらいまでしかできないと思っていたので、ここまでできるとは予想外です。
去年から今年にかけていろんな状況下でユーマ詰めがないんだよなぁと思っていましたが、今回こうやってちゃんとユーマ詰めに遭遇するとなんだかよくわからなくなっちゃいますね。ということで当たりが出るまでスキップ。この一投の当たりがここ最近で見た一番綺麗な当たりでした。そうですね。もうそうですね。まだ出てないですね、ここ最近。これ食ってねえのかな。うん。食ってる。あ、これ40いったかな。ギリギリ40あります。しかもビチビチしてんで多分 40.5 ぐらいはあったんでしょうね。腹ももっこりしてるし、よいしょ。ありがとう。あ、ぐるんとして、いなくなったかな。大丈夫かな。ありがとう。これが正真正銘最後の一投。餌がなくなるまでできちゃいました。泣いても笑ってもラスト一投ってなんか言ってることかぶってますねこれ。とりあえず餌を投入して58秒後の出来事です。忘れちった。マジか。メディアがいっぱいですになった。しかも今最後の空振り向こうで取れてないかもしんないです。メディアがいっぱいですっていう警告があれ出とるね。黄色い、消えた。でもどちらにせよ映ってるかわからないので、最後の一投は空振りでございました。餌を使い切りました。汚くてすいません。最後の最後映ってないかもしれないので、一応取っておきます。月光強し10尺でやって最後空振りました。すごい叫んでました。こっちでビデオで撮った私の叫び声は映ってるかもしれないので、それはちょっと後で使うかも。この後どうぞ。忘れちった。マジか。メディアがいっぱいですになった。しかも取れてればあっちを使います。カメラのところに来ましたが見てください。 SD フル SD カードがフルに入っちゃいました。いやー 256GB ぴっちり。いやーお疲れ様でした。動画の最後に1日目岡関水神岬公園の周りを見て回ったので、その映像を付け足しておきます。ちなみに岡関、あそこに見えてるこの辺の関が岡関です。ゴミは溜まってるけど今年はやっぱはたいてないですね。去年はこの辺で確かやりましたね。この辺から向こうに竿を出した気がします。もうちょっと水が増えればワンドに魚がたまるんでしょうけど、まだ早いか。今年もあそこにいるのはあれオケラですかね。オケラじゃないか、オケラな気がする。今年もあったね。1日目はお昼過ぎに帰ったので、帰りのミニストップでお弁当を購入。ガーリックで幸せになった後はドスコイしました。横にただでかいシュークリームでした。でもそういうのが貴重なので、安くてうまいミニストップ最高です。納豆巻きも税込み 127.44 円っていうすごい細かい金額なので、セブン、ファミマ、ローソンより圧倒的に安い。まるでミニストップの回し物みたいになってしまいましたが、本日もめちゃくちゃ長い動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。最後の最後で出た綺麗な40センチに免じて評価ボタンを押していってください。
次かさらに次の動画では尺半を狙うので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。ではではまた次の動画でお会いしましょう。